こんにちは、浩平です。今日はどんな道具があればお茶会ができるのか、茶道で使う道具を紹介していきたいと思います。お茶会をやろうと思ったら、まずどんな道具が必要なのか気になりますよね。今日はそれを見ていこうと思います。私は茶道が大好きで、表千家で15年習ってます。お茶会にもたくさん出席してきました。私は茶の湯好きの仲間を増やしたくて、初めての方でも分かりやすいように情報発信をしています。よろしければチャンネル登録してください。今日の動画を見ていただければ、実際茶道のお手前でどんな道具が使われるのかが分かります。あと、もしお家で代替品を探す時のポイントも一つご紹介します。このポイントを間違えちゃうと、道具の組み合わせが一気にダサく感じてしまうので、ぜひお見逃しないように最後まで見てください。茶道の道具っていうのは種類がいろいろあるんですが、今日お見せするのは本当に基本的なものだけです。流派によってお道具も違いますし、高いものから安いものまでいろいろあります。私が持っている道具は安いものばかりなんですが、こんな道具を使うんだなって理解してもらうことはできるようになると思います。実際道具をご紹介する前に一つちょっとお伝えしたいのが、自分でやろうと思ってたけど、こんなにたくさんいるのって驚かれる方もいるかもしれないです。こんなに揃えるの無理だわって思わないでください。実際これの代替品をお家で探す時のポイントも今日ご紹介しますし、今日紹介する道具全部使わなくても限られた道具だけでできるようなやり方も今後の動画で上げていこうと思いますので、まず実際に使う道具がどんなものかっていうのを今日は知っていただきたいと思います。じゃあご案内していきます。はい、これが実際茶道で使われる道具です。全部で今日12種類持ってきました。では順番にご案内していきたいと思います。はい、じゃあこれが風呂と釜ですね。風呂っていうのがこの下の部分の炭を入れる部分を指します。本来は下に灰があって炭があって火を起こすんですが、私が持っているのは電熱式で、これをコンセントに挿して使います。私のやつはここにスイッチがあるので、今切りってなってますけど、動かすと 200W、300W、500W って切り替えれるようになっているものです。釜を下ろすとこんな感じ。ちょっと偽物の炭が入れてあるみたいな感じになって見えますか？この炭の中に電熱のコイルが入ってて、電気を通すとこのコイル部分が熱を発して熱くなります。ちょっと電源入れてみましょう。たら徐々にこのコイルが赤くなっていくのがわかると思います。じゃあちょっとこれを待つ間に少し説明していきたいと思います。風呂にもいろいろサイズがあります。もうちょっと夏になってくるとちっちゃめの風呂を使う場合もあります。形もいろいろあります。素材としてはこれは土の上に漆が塗ってあるものなんですが、鉄でできているものもあれば、銅製のものもあれば、あと陶器でできているのも見たことあります。どうでしょう？結構赤くなってきましたね。こんな感じで釜を温めるのに使います。はい、2つ目は釜ですね。鉄製でお湯を沸かすのに使います。3つ目は水差しになります。冷たい水を入れておくためのものです。実際お茶会では水を釜に挿して湯の温度を調節したり、あと使った茶筅を水ですすいできれいにしたりすることがあります。この水差しは陶器でできているんですが、あと木製とかもあったりします。次いきます。ひしゃくです。これはお湯をすくったり水をすくったりするのに使います。竹製です。はい、次この中に入っているのが蓋置きです。これは釜の蓋を上に乗せて置いたりするのに使ったり、あとはひしゃくを一時ここに立てかけたりして使います。竹以外にも陶器でできたりしているものとか他の素材でできているものもあります。はい、6個目、次懸垂ですね。
この器はお茶碗をすすいだお湯とかを捨てるために使います。これは銅製なんですが、木製だったりとか陶器のものとかもあります。はい、7つ目。これは、茶器。夏目という種類の茶器です。お抹茶を入れておくのに使います。これは、木製です。大体が木製ですね。茶杓。お茶をすくってお茶碗に入れるときに使います。竹製のものが多いです。こちら茶筅ですね。これはお茶とお湯を茶碗の中で混ぜるときに使います。これも竹製です。次、この中に入っているこれ布なんですけど、茶巾と言います。これは麻でできていて、お茶碗を拭いたりするときに使います。お茶碗ですね。これはお茶を立てるのに使ったり、お客さんがここからそのまま直接飲んだりするときに使います。陶器製ですね。あと最後一つ、亭主。お茶を立てる人が持っている、道具の一つです。絹でできている布なんですけど、道具を拭いたりとか、あと釜の蓋が熱い時にこれを使って釜の蓋を取ったりします。はい、これが一番基本的となる12種類の、お茶道具でした。どうですか皆さん。こんだけやっぱり買い揃えようと思うと結構大変ですよね。できれば家であるもんで代用したいと思いますよね。昔から茶の湯でも見立てっていう、あるもので代用するっていう文化があるんですね。じゃあ見立てをする時のポイントについてお話をしていきたいと思います。皆さんどうですか？何が大切だと思いますか？見立てをする時。ちょっと考えてみてください。形ですかね、色ですかね、素材ですかね、いろいろ考えると思うんですけど、大切なのはサイズ感なんですね。これが違っちゃうと随分ダサい感じになっちゃうんですよね。どういうことかっていうと、例えばですね、この柄杓見てください。これが柄杓ですね。これは風呂用の柄杓なんですけど、風呂用って何かというと、今日お見せしている釜って風呂に使ってますよね。あれ今日のお手前は夏用の仕様なんですね。で、冬になるとちょっと変わって炉というものを使います。炉とは何かっていうと、畳に穴が開いてて釜がそこの下に沈み込んで埋め込んであるような感じで使ってるね、お茶室の写真見たことあると思うんですけど、あれは冬用のお手前で炉と呼んでます。で、今回の夏用の方がちょっと釜がちっちゃめで、冬用の炉の方がちょっと釜が大きめだったりするんですね。で、そういうこともあって、昔の茶人の人たちはこの夏用のちっちゃい釜用の柄杓と冬用の大きい釜の柄杓、ちょっとサイズ変えてるんですね。わかります？このサイズが違うの。冬の方が大きいですよね。で、夏の方がちっちゃいんです。もうお湯がすくえれば何でもいいじゃんって思うかもしれないじゃないですか。だけど昔の人はわざわざこっちの方がかっこいいと思って多分変えたんだと思うんですね。で、それを置くさっきご案内したこの蓋置きも夏用と冬用で形ちょっとサイズを変えてるんですよね。ここまで気使ってサイズをこの方がかっこいいって昔の人は選んできてたんですね。なので、サイズはすごい大切になります。で、もちろん代用品を選ぶのに形や素材や色っていうのも大変重要なんですけど、なんで私がサイズ感一番気をつけてねっていうか、そこをちょっと見ていきましょう。今これがその夏用の蓋置きなんですけど、私代用品としてちょっと同じ竹でできたこういったものを見つけてきました。で、もう一個陶器で、これは実際に本当にお茶道具なんですけど、蓋置きとしてある陶器でできたものです。元の竹とこちらはサイズが似てます。で、同じ竹なんですけどサイズがちょっと違います。どちらが
この道具合わせに合うかちょっと見てみましょう。はい、実際の組み合わせはこういう感じですよね。竹の蓋置きに竹の柄杓、バランス的にはこんな感じになります。じゃあこれを同じ竹の素材なんだけどちょっと大きめのこれに変えてみましょう。はい、変えてみました。どうですかバランス。なんか蓋置きちょっと大きすぎませんって思いません？なんかちょっともさいですよね、やっぱり大きすぎるのって。じゃあ今度は全然素材は違う陶器なんですけど、この元のやつと似たサイズのやつに変えてみたいと思います。はい、サイズはちょうど良さそうですけど、陶器違う素材に変えてみました。どうですか？これ素材は違うけどサイズ的になんかすごいしっくりした気しません？初めのやつに似てますよね。なので素材よりやっぱりサイズ感の方がバランス的には重要な気がします。じゃあもう一回初めの竹に戻してみます。これが元の竹の組み合わせです。じゃあせっかくなので皆さんが物探す時に探しやすいようにちょっとこれサイズ測ってみましょうか。ちなみに直径が5センチぐらいです。で高さは6センチ。さっきの陶器の方ちょっと若干サイズ違うんですけど、陶器の方は直径が 5.5 センチで高さが5センチなのでこれぐらいのサイズだったらバランス良さそうになりそうです。で柄杓はここの水汲む部分5っていうんですけど、5の直径が6センチ弱かな。5の高さが5センチです。柄の長さが34センチあります。じゃあ今度水差しいきます。ごめんなさい、この水差しね、実はすごいバランス悪いんですよ。この組み合わせの中でちょっとこの組み合わせの中ではちょっと私小さすぎだと思ってます。今から測るサイズよりもうちょっと大きくてもいいかもしれません。でこの辺ちょっと重要になるので細かくまた別の動画でご案内していきたいと思います。はい、今日の動画では実際のお茶会ではざっくりこんな道具が使われてるんだっていうのが分かっていただいて、で代替品を探す時にはサイズ気をつければいいんだねっていうことだけ覚えておいてもらえればいいかなと思います。でもちろんこの風呂や釜を実際揃えてお茶会やろうなんて絶対無理じゃないですか。ちょっとお茶会やりたいと思っただけなのに風呂とか釜とか買えないですよね。なので、今後の動画でこの最低限必要なもの、皆さん初めての人がお茶会を家でやろうと思った時に何があればできるのっていう動画も作っていきたいと思ってますので、ぜひチャンネル登録しておいてください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。